されども年末になってきましたね。いよいよ年末って感じです。今年もあっちゅう間の1年でしたが、締めくくりの動画はカリーうどんです。これはね、美味しい自信あります。年越しはもうなんならこのカレーうどんでいいんじゃないかってね、密かに思ってます。だいぶシンプルなんで作りやすいと思うんで、早速調理工程説明していきます。まず長ネギ、白ネギですね。白い部分は4分の1カットしたらちょっと長めに切っておいて、青い部分も内側は同様ですね。細長くカットして、外側の青い部分はこれは細かく刻んで、後ほどここはしっかりと炒めていきます。細長い部分はね、茹でるだけなんですけど、さっきの刻んでる方は炒めると、そういったちょっとした違いがあります。ニンニクはスライス、これぐらいの大きさなら1かけで十分ですね。ニンニクの芽は取らなくていいかなと思うんですけど、気になる方は取り除いておいてください。そして椎茸、この後にも説明するんですけど、かなり栄養バランスのいいカレーうどんを作っていきます。で、木綿豆腐。木綿豆腐は今回はこのサイズだったら半分で十分ですね。ちょっと高さがあるんで高さ調整して小さくキューブにカットします。次は豚バラ肉。豊富なタンパク質と良質な脂質が含まれています。豚バラ肉はアミノ酸の組成が良くて、筋肉の修復や免疫力の向上に効果的であると言われています。めんつゆも準備しましょう。この醤油ベースの優しい和だし感が味の骨格になるんで重要です。お好みによるんですが、あまり濃くなりすぎないようにだけ注意してください。フライパンを用意して中火で豚バラ肉とニンニクをこれ同時に炒めていきます。豚バラ肉から出てくる油でニンニクを炒めて、この油の香りがニンニク風味になって、両方美味しくなるみたいな、そんなイメージで炒めます。そこにね、先ほど刻んでおいた青ネギの外側の部分、これも一緒に炒め合わせて、香ばしい焼き色がついて焼きネギの香りがしてくるぐらいまで炒めました。そして一旦引き上げます。引き上げて、このフライパンはまだ全然使える状態なので洗わないで豆腐を焼いていきます。これも色よく焼きましょう。豚肉のうまみとネギとニンニクの風味っていうのが残ってた油なんで、これを豆腐に存分に吸わせて、フライパンの端の部分でキノコを炒めていきます。この豆腐も重要ですからね。豚バラ肉のタンパク質と豆腐のサブタンパク質、栄養バランスは非常にいいと思います。豆腐は引き上げて、椎茸の焼き色がつき十分に火が入ったら、炒めておいた豚肉、ニンニク、ネギを戻します。そして合わさったところにカレー粉、あとは小麦粉ですね。とろみをつけるための小麦粉も加えました。これでカレー粉を炒めて香りを出しながら、小麦粉も同時に炒めて粉っ気を飛ばしていきます。このカレー粉と小麦粉が豚肉や椎茸と十分に馴染んだら、めんつゆを少しずつ加えていきます。一度に加えると小麦粉がダマになりやすいと思うんで、少量ずつがおすすめです。だいたい半分ぐらいまで加えてダマになってないのを確認したら、あとは勢いよくめんつゆ加えて大丈夫です。ここでしっかりと沸かしてとろみをつけていきます。その途中に長ネギも加えましょう。あと焼いてた豆腐ですね。この時点でだいぶ美味しいと思います。これにご飯でも最高です。ちょっとスパイシーさに深みを加えたいんで、クミンも単体で追加しました。もしあたしんちちょうどクミンあるわっていう方は、ぜひぜひ追加してください。よしよし。
味も抜群に決まってきたんで、この中でうどんを煮ていきます。こうすることでよりつゆの味が染み込んで美味しいんですよ。うどんが煮えた頃くらいに程よい濃度もついて仕上がっていくといった感じです。さあ、というわけで盛り付けドレッセンに行きますね。熱々の状態でサクッと盛り付けましょう。具材とつゆもたっぷり添えます。それが最高です。最後に七味をアクセントで振りかけます。うまい。嬉しい。もうこれ申し分ないうまさっすね。これは幸せっすよ。カレー粉炒めてこうスパイシーな香ばしさが出てるから、このねうどんもしっかり太いんだけど負けないっすね、うどんのパワーに。カレーも力強いしうどんも力強いみたいな。でソテーした豚肉の脂のね香りとかうまみっていうのがこのカレー全体にも行き渡ってて、このカレーはもうなんだろう、年を締めくくるのに最高のカレー。すごい感想言ったな今。クミンをやっぱちょっと足したのがこれ最高。めちゃくちゃうまいぞ。これで炭水化物でしょ、タンパク質も取れる豚肉で、豆腐でサブタンパク質も取れる、でキノコの食物繊維とネギにね含まれる、ビタミンとか、これ一発で完成してますよ。これ食べてたら痩せるでしょこれ。というわけで馴染みの視聴者さん、新規の方、たまにしか見ないぜっていう方、今年も大変お世話になりました。おかげさまでもう少し続けていけそうです。本当皆さんのおかげです。感謝です。来年もどうぞよろしくお願いします。というわけで良いお年を。アビアント。